この動画は過去動画の再放送です。途中紹介されている別動画は、現在アップされていないものもあり、リンク切れしている場合がありますが、ゆっくり再アップしていきますのでお待ちくださいね。それではご覧ください。こんにちは、斉藤直樹です。今回は気まぐれ添削褒めちぎり会です。ナインさんの作品で雨の日の吹雪さん。こんにちは、斉藤先生。いつも配信ありがたく視聴しております。遅く始めた感じで自信を失っていたところ、先生の言葉でなんとか手からペンを離さず続いております。その感謝の気持ちを含めて、もっと前に進むため勇気を出し、このようにメールを送ることを決めました。私はプロを目指していますし、仕事として絵を描いたこともあるにはありますが、今まで絵に関する専門教育を受けたことが一切なく、いずれそこから限界が来るんじゃないかと怯えています。それに私はぼっちのため、業界に関する情報も少なくて前が真っ暗。でもやっぱり絵を描くのがやめたくありません。これからもぼっちだけにぼちぼちと歩んでいくつもりです。そこで絵に関する次の課題を自分に作りたいと思っています。どうかご指導のほどよろしくお願いします。読んでくださってありがとうございました。もし文章に不具合があったなら申し訳ありません。うち日本人ちゃうしな。はい、大丈夫です。日本語めちゃめちゃうまいです。添削してほしいポイントは、未だ紙の処理が弱いです。影や紙のサラサラ感がもっと出したいです。自分の弱みを感じた場合、光が強くなったり、ぼかしに依存する悪い癖があります。叱ってください。背景を練習したいんですが、自分の絵柄に似合う背景のやり方がわかりません。コピーはできるかもしれませんが、新たな方向性を持ちたいです。今以上に華やかな表現を使ってみたいんですが、何を試してもピンときません。とのことです。ナインさん、添削に応募いただきありがとうございます。添削してほしいポイントとして色々挙げてらっしゃるんですが、もちろん、すごく細かいことを見ていけば、そういった部分もさらに突き詰められることはできると思うんですが、そういった気になる点を含めてみても、この作品は十分に魅力的な作品だと感じました。独学で一人でここまで描かれてきたということなんですが、とてもセンスを感じるイラストだと思います。特に素晴らしいと思ったのがですね、全体の雰囲気作りですね。ちょっと静かな雰囲気を持ちながらも、そんなに暗くなりすぎる感じじゃなくて、どっちかっていうと、なんか見ていてあったかい気持ちにさせられるような、そういう見ている人たちがほっこりできるような雰囲気作りができているように感じました。でね、なんでそういう雰囲気が作れているのかに関しては、いろいろ複合的な要因があって、それを今から一個一個解説しつつ紐解いていきたいと思います。まず一つ目がですね、構図です。構図。これがね、素晴らしいと思います。構図。もっと言うと、粗密の作り方ですね。粗密っていうのは密度の差のことを言います。ぎっちり書き込まれている部分と、そうじゃなくてスカスカの部分の差のことを粗密って言うんですが、こちらの作品はかなり思い切った粗密の作り方をされていて、この部分はですね、ここですね。この部分は、これは蜜の部分です。アジサイとか、あと吹雪ちゃん、そして傘。これがですね、この部分に収まっていて、非常に密度がギュッと詰まったような部分ですね。で、ちょっとここだけ見たら息苦しいような密度の詰まり方をしているんですが、その中で画面左上のこの部分、ここですね、それ以外の部分の空の部分です。ここはスカッと空間が空いているんですね。この割り切った構図作りによって、見る人にここだけでメッセージ性を投げかけてくれているんです。どんなメッセージかというと、密の空間にいる吹雪ちゃんが空に向かって手を伸ばしていますから、ここから解き放たれたい、自由になりたい。そんなね、メッセージ性をこの構図作りだけで作り出せています。で、それに加えて色使い。これも非常にうまくて、この作品、遠目で見てみるとよくわかるんですが、この下に行くに従って青みが強くて、上に行くに従って赤みが強くなっているんですね。下が青、上が赤。これは別の言い方をすると、寒色と暖色と言えると思います。寒色はその名の通り、寒いとか冷たい、ちょっとね、ネガティブなイメージを持つ色相で、逆に暖色は暖かいとか
明るいとかポジティブなイメージの色相です。はい。色だけね、抽出してグラデーション表現すると、こんな感じですね。上の方が赤とか黄色とか暖色になっていて、下の方が青で寒色になっていますよね。ナインさんはこの寒色暖色を見事に使いこなせていて、さっき言った密度がギュッと詰まった下の部分を寒色に、そしてスカッと何もない空間には暖色を持ってくることで、今までは良くない状況で雨も降っていて少しだけ暗い気持ちだったけど、でもほら上を見上げたら晴れ間が見えてきたよ。これから何か素敵なことが始まりそうっていう、そんな明るいメッセージを色によって強めることに成功してるんですよ。こんな風にですね、色と構図の複合的な要素の合わせ技で一個のメッセージをうまく強めていくのって、最終的にはその絵の分かりやすさにつながっていくので、ナインさんは要素と要素の相乗効果をうまく使えているなっていう風に感じます。すごい！あとはですね、本人がちょっと否定的におっしゃっているぼかし処理ですね。これもかなりこの絵にとってはプラスに働いていてですね、例えばほら、よく見ると顔の部分ははっきり描かれているんですけど、その他の部分はほら、傘の部分がぼやけていたり、あとはアジサイも密度はあるんだけど、よく見てみるとそんなにね、しっかり描き込まれていなかったり、あとはピントが合いすぎないように筆のタッチを活かして書き飛ばされています。ほら、ここまでアップにするとわかると思うんですが、かなりね、点描、点々点々って書いただけで、花の形は一切書かれていないんですよね。でも、遠くから見ると、アジサイなんだなっていう風に、一個の塊として見える。こんな風にね、書き飛ばしがされているんですね。はい。全体を通してかなり視線誘導を意識した画面作りができています。こういったぼやけ効果は、あまり理由なく多用してしまうと、おっしゃる通り、場面によっては合わないこともあると思いますが、今書かれているのは雨のシーンですから、雨ってね、湿気をはらんでいますよね。ということは、カメラが曇ったり、あとは水しぶきによって視界がぼやけたりすることもあるので、このシーンとぼかし効果の相性っていいと思うんです。なので、非常に効果的な雰囲気作りができているように思いました。そしてですね、なんといってもこの絵ですね、表情がいいんです。いやー、僕はですね、正直、この絵を見た時に、この表情を描けるかなって思っちゃいました。いや、なんかね、よく見ると、特に笑顔じゃないんですよ。もう口元とかも特に笑ってないしね。でもなんだろう。目に希望の光が宿っているというか、これから起こることに期待しているような、そんなワクワクしているような表情を、笑顔を描かずに描けているんですよ。この表情がですね、もう最高です。こんな表情を描けるのはもう本当に素晴らしいなっていう風に思いました。でね、この作品についてそこまで添削するポイントっていうのは大きくはありません。気にされている髪の毛のサラサラ感も十分に出せているように感じます。でも、あえて言うなら、前髪でしょうか。前髪の部分のこの影。これを取って、この部分の影は顔に落とすのもいいかもしれませんね。ちょっとやってみます。はい。こんな感じですね。微妙な差ですけどね。髪の毛のサラサラ感は重たさをなくせば自然と軽さが出てサラサラと見せることができます。そのためには髪の毛の部分の影は減らして、その分落ち影をね、肌に足してあげる。こういう処理をするとね、軽さが出てサラサラっとすると思います。でですね、僕がこの作品を見て、あえてここだけは直した方がもっと良くなるなと思ったポイント、挙げるとすると、これはですね、背景も含めた前後関係ですね。今でもね、十分意識はされていると思うんですが、もっと強く前後関係を意識すると、さらにこの作品は光が増すと思いました。なので、ここからはですね、前後関係を増すためのプチ添削をやっていきたいと思うんですけど、まずはですね、この雨の線ですね、やってみます。
はい。こんな感じ。直す前は全ての雨の線がこんな風にね、はっきりと書かれていたんですが、これはですね、こんな風にぼかす雨を作ってあげると前後感が増すと思います。で、特にポイントなのは、こういうエフェクトによって作品のメインで見てほしい部分の邪魔をしないのが大事なので、この作品が特に視線がいく、この辺ですね。この辺に不必要に強いコントラストを持ってこないのがポイントなんですね。なのでね、積極的にこの辺についてはぼかしております。で、さらにアジサイなんですが、こうしちゃいます。はい、手前のアジサイを大きくして、奥のアジサイをうっすらした色にしつつ、これですね、わかるかな？この奥の雨粒、この粒ですね、これを粒じゃなくて、こんな風に霧状にしました。こうすることで手前の手に当たっている雨粒は大きめだけど、奥の雨粒は霧状になって粒は見えなくなります。これによっても前後関係が生まれますよね。あとは体のバランスも少々いじってみます。はい、顔を一回り小さくして手を逆に大きくしました。これによってもさらに前後関係が際立ちましたね。手前にある腕に関しては少しだけ書き込み量をアップして、この部分、このね袖の部分とかも少しねディティール感をアップしてもいいかもしれません。さあ、今やった処理、すごくちょっとした変化だったんですが、ビフォーアフター比べてみましょう。はい、こんな感じです。いかがでしょうかね。前後関係を強めただけなんですが、もともと素晴らしかった雰囲気がさらに増すのがお分かりいただけると思います。今回は雨の日のふぶきちゃんのイラストを通して全体的な雰囲気を作り上げるにはどうすればいいのか解説してきました。いかがだったでしょうか？また今回少しだけ解説したんですが、髪の毛の描き方についてはですね、かなり詳しい描き方やどういう髪型にしたらどういうイメージを思いのままに操作できるのか、それを詳しく解説した動画、反則技髪の毛を簡単に描く方法、そして全部公開魅力的な髪の毛の塗り方講座があります。この2本を見ていただければ髪の毛の苦手意識がなくなるはずだと思います。興味がある方はこちらも合わせてチェックしてみてくださいね。概要欄に URL を載せておきます。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。ということで再放送をお届けしました。いかがだったでしょうか？新チャンネルのチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。